はい、どうも、ゆうすけです。今回はね、勉強方法について話していきたいと思います。で、いろんな勉強法があります。いろんな勉強法がある。けど、特にこの勉強方法は、スピーキングに直結するのでやってほしいと思います。だし、日本、知ってるかな？日本にカズラングエッジっていう14カ国語喋れる大人の方がいるんだけど、その方もよくやる勉強方法っていうので紹介したいと思います。俺もこの勉強方法をやってかなりね、ナチュラルに口から出るようになったので、言葉がね。だからこの勉強法をみんなにやってほしいと思います。まず何かというと、それは家の中で、まあどこでもいいんですけど、何かしてる時に日本語で文を作ってみるっていうことですね。めちゃくちゃ単純です。めっちゃ簡単です。で、これ、なんでそれがいいのかっていうと、例えばね、教科書とかで勉強すると、学べる単語とか文法とか語彙とかっていうのが限られるんですよね。なんだけど、例えば、じゃあ、お皿洗ってるとしましょう。お皿洗ってる時に、お皿洗ってるって日本語でなんて言うんだろう。お皿を洗うっていう言い方もすれば、あ、皿洗うっていう言い方もあるな。とか、まあ、ネットで調べたりとかしてね、そこで語彙が増えるわけです。で、日常でそういうのをずっとしていくと、そのね、学びたい言語で言えることがめちゃくちゃ増えるんですよ。範囲が広がる。だから、この、勉強方法、すごくおすすめします。で、いつでもできるんでね。いつでもできるから。例えば、よくやるのが、質問を作るんですよ。自分で。例えば、野球とサッカーどっちが好きっていうのを自分の学びたい言語で話す。俺だったら英語。英語を学んでいた時は、英語で、I prefer soccer because とか言って文章を作る練習したりしてね。っていうのをやってました。で、こうすると、まあ、最初はマジでゆっくり。ゆっくりだけど、どんどん話すスピードが上がってくるっていうので、これはね、自分でできる勉強法かなっていうふうに思います。すごくおすすめします。カズラングエッジさんも日常生活で目に見えるものを説明していたらしいです。学びたい言語で。すごいよね。例えば鳥が飛んでいるだったら、鳥が飛んでいるっていうのを学びたい言語で文章を作ってみたりね。カズラングエッジさんの場合は13カ国語で、まあ、作ったりしたのかなわかんないけど。でも、そういう感じで文章を作っていたらしいです。結構今思えばそういう時間帯ってあると思うんですね。スマホを触っていない時、例えば電車に乗っている時でもいいし、さっき言ったお皿洗い、風呂でもいいと思う。あとはトイレにいる時でもいいと思う。もう全部が学ぶための環境と思ってくれたらいいかなっていうふうに思います。で、これをするためには当然なんだけど、日本語を学びたての人はできないよね。なんでかって言ったら、ある程度知識が必要になってくる。だから、この勉強方法をおすすめするのは、まあ、日本語検定で言ったら N4 とか N3 とか、まあ、N5 でもいいと思うけど、ある程度文法の知識があって、で、プラスアルファ単語の知識もある。そういう人たちが、できる勉強方法かなっていうふうに思います。で、この勉強法何がいいのかっていうと、もうスピーキング力に直結する。直結する。その、イマージョンラーニングももちろんね、めっちゃいい勉強法だとは思う。もうずっとね、ひたすら学びたい言語を聞いて、耳が勝手に慣れて、口から出てくるっていう。でも、正直、聞くだけだとね、俺はね、俺の個人的な意見は、ちょっと足りないかなって思う。スピーキングの練習もした方がいいのかなっていうふうには思う。その逆にね、俺はスピーキングの練習がリスニング能力を上げると思ってるんだよね。逆にリスニング能力を上げたいんだったらスピーキングを練習しろって思います。例えばこれなんでかっていうと、特に日本語を学んでる人に言いたい。
英語圏の方でね、日本語を学んでる人に言いたいんだけど、語順が真逆なんだよね。語順が真逆。だから例えば、主語で、日本語だったら次、目的語で最後動詞が来る。けど、英語だったら主語で動詞、目的語のこの順番。だから、リスニングで耳を鳴らすっていうのも一つの手だとは思う。手だとは思うんだけど、自分が話せることって聞こえるんだよね。なんか難しい構文があったとするじゃん。例えば、なんなんの方がなんなんよりも好き。なんなんよりもなんなんの方が好きっていう文があったとして、これをいっぱい作る練習するんだよね。そうすると、それを聞いたときに、例えばさ、英語だったら、I prefer something rather than something って感じじゃん。で、日本語だと真逆で rather than something, I prefer something こんな感じになります。Introducing Kaitenji, a new app for learning Japanese. Kaitenji has many great features that make learning Japanese fun, including vocabulary decks from the video you are watching right now. Please visit kaitenji.com and join our Discord. Links are in the description below. だけどね、さっき言った通り、日本語のね、なんなんよりもなんなんの方が好き、なんなんよりもなんなんの方が好きっていう文章をたくさん作ると、パッて聞いた時に、どっちが好きでどっちが、嫌いじゃないけど、その、劣ってる方かっていうのがすぐ分かるようになるんだよね。その優劣が分かる、どっちを強調したいのかっていうのが分かる。すぐにね。だから語順とかがさ、もう全然違うじゃん。逆だったりするし。で、そういうのを一回聞いて、で、頭の中で自分の言語の語順に戻すってしてたら、次の文とかも聞こえなくなっちゃうから、それをするよりも、わかるでしょ？日本語に慣れるべき。たくさん聞いて慣れる。それも一つの手。だけど、スピーキングでリスニング能力を上げるっていうのはマジで大切かなっていうふうに思います。で、これ結構ガチで、そのスピーキング力ってマジでリスニング能力をめっちゃ上げるんだよね。これ実体験で、例えば最近ニュージーランドとか、あとは仕事でいっぱい喋ったりとかしてるから、それで最近 TOEIC のテストを受けたんですね。で、全く勉強してない。TOEIC の単語もめちゃくちゃ忘れたけど、リスニングの点数が100点中94点だったんですよ。もうほぼボンミスで。だからあとちょっと勉強したら、もっと点差があるかもしんないけど、ほぼ聞こえるっていう状態でした。全部めっちゃ聞こえる。で、なんかゆっくりに聞こえるんだよね。で、多分これはゆっくりに聞こえるっていうよりも、自分がたくさん話した言葉とかいっぱいスピーキングする中で、もうリスニングのテストで出るそういう言葉とか文法っていうのを多分カバーしてたから、だから一瞬で頭の中で処理して分かるっていう現象が起きてたのかなっていうふうに思います。だからマジで騙されたと思ってスピーキングやってみましょう。いっぱい喋るっていうのが大事です。で、この喋る時のおすすめはさっき言ったように質問を作る。例えば What 何、例えば何のスポーツが好き、何の料理が好きとかでもいいし、あとは which どっち、さっき言った卓球とバドミントンどっちの方が好き、サッカーと野球どっちの方が好きとか、あとは why、 例えば why はめっちゃいいと思う。なぜかというと、実際に生活してて why ってめっちゃ聞かれるじゃん。例えば What brought you to come to Japan とかね、なんで日本来たのとか、why じゃないけど why みたいな感じで使うじゃん。why の質問に答える練習をすると、実際の会話で聞かれるのをすでに練習することができる。わかるかな、言いたいこと。例えば、なんで、俺だったらね、なんでテニスを始めたのっていう文章を練習するじゃん。答える練習をしたら、そういうことを聞かれた時にすぐ答えれるから、why はめっちゃおすすめ。why とか which とか what とか where でもいいと思う。どこが出身ですかとかね、そういうのに答えたりとか、when でもいいと思う。いつ始めましたかとか、あと how もね、こういう疑問詞を使って
文章を作って答える練習だったり、逆に、見たものを答える練習とか、あとは自分の中でなんていうの、これっていうのを決めるんだよね。例えば文法で最近なんなんじゃないっていうのを勉強した。名詞の否定じゃないっていうのを勉強したときに、じゃあ自分の関わるじゃないっていうのを説明しよう。私は小学生じゃないです。私は社会人じゃないです。こんな感じでね、自分に当てはまるじゃないを作ってみようとか、そうするとじゃないになれることができるし、理解力も深まるしね、もう覚えるっていう一個上の段階、使うっていう段階に挑戦することができる。でもこの使うっていう段階をすればわかるでしょ。覚えてるし、リスニングの時にもすぐわかるから、この勉強方法っていうのをおすすめします。すごく強くおすすめします。実際にこうやって喋れるようになったし、あとは生徒さんで1月から勉強を始めたけど日本語がかなり上手な方いるんですよ。1月からだから1234567、7ヶ月しかまだ経ってないのにかなり喋れる方がいるんですね。でその方はこの勉強方法をやっていたらしいです。だから喋れる人のちょっと共通点みたいな勉強方法かなっていうふうに思います。はい、今回の動画はここまでです。前々回の動画でアプリの方を紹介してるんで、そちらの方を見てほしいなって思います。すごいためになるし、本当に役に立つ勉強アプリで、もうすでに300人近くの方が登録してくれてるので、無料なのでね、しかもぜひ登録して使ってほしいなっていうふうに思います。今日の動画はここまでです。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。見てくれてありがとう。じゃあね。